おはようございます。末野です。四国の徳島にまた来ちゃいました。歩き遍路するには最悪と言われてるお盆休みなんですが、もう我慢できなくてね、今回は5泊っていう短い期間なんですけど、2週目の区切り打ちを始めようと思います。去年歩き遍路を決願した時に総集編を出しますなんていう話もしてたんですが、総集編を作ろうとすればするほどまた歩きたくなってきてね、結局総集編作成もできずに2巡目の動画の作成に入ってしまいました。今回は前回と違う体験をしてみたいっていう気持ちもあって、妻は留守番で私一人で歩き遍路することにしてます。ただいま朝の7時、気温は28度です。今回はお遍路中の語りをところどころに差し込もうと思って撮影もしたんですが、なんといっても不慣れなもんですから声が小さくて全く聞こえないんですよね。この辺も少しずつ改善していこうと思います。ここは旅チャンネルの高山さんが最初に寄ったおもてなしステーションです。今日はやってないみたいです。駅から5分程度歩いて右折するんですが、ここを曲がると四国第1番って書いてある石中門が出てきます。前回は徳島空港から霊山寺までタクシーで移動しちゃったんで、この辺歩かなかったんですよね。早速新たな発見です。10分程度歩くと霊山寺に到着です。一番札所霊山寺です。ついに戻ってきました。前回はお礼参りでも、寄ったので今回で3回目になるんですが、なんとも懐かしい雰囲気です。前回参拝始めた時は全く余裕がなくてもうバッタバタだったんですけどね、今回は2回目っていうのもあって、ゆっくりと参拝ができそうです。まずは本堂を参拝します。もう見るものが全て懐かしいです。本堂の中に吊るされた灯籠がすごく神秘的ですよね。これは最初に参拝した時にもすごく驚いたんですが、改めてこうやって見てると気持ちがスーッと落ち着いてきて、どんどんお遍路モードになっていきます。続いて大師堂を参拝します。農協印をいただきに売店に戻ったんですが、懐かしの遍路マネキンさんとまた出会うことができました。真夏で太陽の日差しが強いのか、和げさとかが色あせちゃってるのがちょっとかわいそうな感じですね。それでは霊山寺の参拝が終わったので、2番札所の極楽寺に向かいます。ほとんどのお遍路さんは、お寺の前を走ってる県道12号を右の方に行って極楽寺に向かうんだと思うんですけど、私たちも前回そうだったんですけどね、実は旧遍路道があるということで、今回はそっちで極楽寺に行ってみようと思います。まずは来た道を一度戻ります。これさっき通った石中門のところですね。ここの T 字路左の方が駅があるんですよ。あっちから来たんですけれども、極楽寺はここを右折します。こっち側ですね。ここが旧遍路道だそうです。前回この辺歩いた時、まだ遍路道を歩くっていう意識がなくて、地図は持ってたんだけどほとんど見ないで適当に Google 先生で歩いてたんですよね。だからもう道がむちゃくちゃで、そのね非常に強い後悔があるんですよ。なので今回はできればちゃんとした道というか、遍路道、しかも旧遍路道があればそっちの方ね行ってみたい。歩きながら大声で話すのがちょっと恥ずかしくてね、相変わらずまだ声が小さいですけど、聞き取りづらいのはご容赦いただければ幸いです。はい、四国第2番の石中門が見えてきました。旧遍路道っぽくて雰囲気あっていいですよね。この石中門を越えたら300メートル程度歩いて極楽寺に到着です。遠くに極楽寺の山門が見えてきました。距離も近くてあっという間に到着です。
2番札所極楽寺です。気持ちだけじゃなくて体もどんどんと歩き遍路モードになってきました。やっぱり楽しいですね。極楽寺にはお大師様お手植えと言われている長命杉があります。樹齢1200年とも言われてて、この木の肌に触れると長命を授かるんだそうです。本堂と大師堂は奥にある石段を登ったところにあります。前回回った時はこの石段見てうへーと思いましたけど、今はもう全然なんともないですね。まずは本堂を参拝します。続いて大師堂を参拝して納経印をいただきます。はい、それでは3番の金泉寺に向かいます。前回はここを向こうの方に行って県道12号を歩いてたんですが、どうもお遍路道はそっちじゃないみたいでですね、ここへ入っていくのが遍路道なんだそうです。2巡目だと周りを見る余裕もあるので、こういうとこも歩けて楽しさ倍増ですね。しばらくお墓の中を歩いて、小山を抜けると、舗装路に戻ります。まだスタートして2時間ぐらいしか経ってないけど、一人で歩いた方がペースは速いですね。だいぶ、歩く速度が違うかなっていう感じします。2人だといろんな感想、いろんな話をしながら歩くからついついペース落ちるんでしょうね。1人だと話す相手いないから。金泉寺まで残り 1.6 キロです。徳島はお寺が多いので気が紛れていいですよね。遍路道の分岐が出てきました。ここは本当はまっすぐ行った方が山門の方に出られるので、そっちの方がいいんじゃないかっていう方もいらっしゃるんですが、なんといっても1番から歩き出した時最初に出てくる旧遍路道っぽいところなので、ここは歩いておきたいところです。いや雰囲気ありますよね。もう This is 遍路道っていう感じです。こっちから入っていくとお寺の裏の方に出てしまうので、一回山門の方まで戻ります。3番札所金泉寺です。この辺りでスタートして3時間ぐらい経つんですが、気温も32度ぐらいまで上がってきて、さすがに暑くてきついです。まずは本堂を参拝します。続いて大師堂です。参拝しようと思って近づいたら張り紙があって、左から回って中に入れる的なことが書いてあるんですよね。行ってみたら確かに、中に入って、読経することができるようです。前回はこれ気づかなかったんですが、動画を見直してみたらその時からこの張り紙があったみたいで、なんで気づかなかったのかね、本当にもったいないことをしました。前回は見逃してしまった黄金の井戸です。はっきり映れば長寿、ぼやけてると短命らしいんですが、はっきりと映ってますね。いやー一安心です。これも前回見逃しちゃった弁慶の力石です。平家追討に向かう途中の弁慶が自らの力量を披露するためにこの巨石を持ち上げたと伝えられています。私は1巡目と同じ納経帳を使っているので、重ね印として御朱印だけを押してもらいます。何度も何度も参拝して真っ赤にしていきたいですね。はい、それでは4番大日寺に向かいます。また後ほど話しますけど、大日寺に近づくと自動販売機が一切出なくなるんですよ。なので飲み物買えなくなっちゃうんで、早めの補給をおすすめします。だんだん暑くなってきました。見えますかね、32度。ちょっとね、やっぱね、夏の変動はきついね。
丘の上神社にある大楠です。でっかい木ですよね。歩き遍路者はみんなこの大楠知ってると思うんですけどね、見事です。歩き遍路の案内板が出てきました。前回歩いた時はこれに気づかなかったんですよね。まっすぐ行っちゃった記憶があります。あんなに親切な案内板があるのになんで見落としたんでしょうか。多分 Google マップとか見ながら歩いてたから見落としちゃったんですかね。本当にね、爪が甘いです。もうここもいい遍路道なんで必ず歩いてもらいたいところです。1巡目は旅チャンネルの高山さんに影響されて歩き遍路始めたので、なるべく同じ道を歩こうと思ったんですが、2巡目でやっと同じ道を歩くことができました。愛禅院が見えてきました。ここ高山さんが通った時に菅笠に、手ぬぐいを巻いてもらったところですね。なんかお接待があるかなと思ったら誰もいませんでした。さすがにお盆休みに歩き遍路する人はあんまりいないみたいで、歩き遍路者そのものが少ないからお接待される人もいないんですよね。ちょっとね、寂しい感じもありますけど、まあこれも修行の一つなんでね、頑張ります。歩き遍路してるとよく見かけるこのマネキンの頭だけぶら下がってるこの鳥よけなんでしょうか。これ何気に結構怖いんですよね。もうだいぶ慣れちゃいましたけど、最初のうちはねビビった記憶あります。この辺りで飲み物が切れてしまいました。最後に自販機あったのかどこだったのかはっきり覚えてないんですけど、夏場だったら3番の根泉寺にある自販機で飲み物を何本か買っといた方がいいでしょうね。大日寺までね微妙に距離があるんで、結構やばい状態になってます。ここは確か前回も歩いた遍路道ですね。カメラを、道端にセットして1回戻って歩いてるシーンを初めて撮った道だったと思います。いい道なんですよね。昔ながらの遍路道が今でもきちんと保存されて残ってる場所です。こういう昔ながらの遍路道を歩けるのが歩き遍路の醍醐味なんですよね。なので少し遠回りでもなるべく、急遍路道とか遍路道を積極的に歩くようにしようと思います。ここの分岐を左に行けば5番の地蔵寺なんですが、まずは右の4番大日寺に向かいます。飲み物が切れちゃってとってもきついんですけど、山茶お遍路さんの動画見てたら大日寺には自販機がないって言ってたんで、かなり困ってます。このままだと地蔵寺に行くまで飲み物が買えそうにありません。4番札所大日寺です。大日寺は鐘楼門とのことなんですが、1巡目ではそれに気づかなくて、鐘楼をつかないで中に入っちゃったんですよね。なんと農協所の女性から飲み物を1本お接待していただきました。いや、これはねほんと助かりました。いや、本当にこんなにね嬉しかったお接待ってなかなかないかもです。どうもありがとうございました。まずは本堂を参拝します。続いて回廊を通って大師堂に向かったんですが、ガラスの向こうに、何かあります。西国33観音霊場観世音菩薩像って書いてありますね。江戸時代のものなんだそうです。前回来た時は全然気づきませんでした。いや、年代物というか、迫力がありますよね。2巡目だと気持ちに余裕があるからか、本堂大師堂以外にもいろんなものが見れて楽しいです。はい、大師堂を参拝します。農協所では先ほど接待いただいた飲み物のお礼を再度お伝えして、意気揚々と2キロ先にある5番地蔵寺に向かおうと思います。いや、しかし大日寺でこれちょっと今ねそこで落としちゃって泥ついちゃいましたけど、これもらえたのラッキーでしたね。危うくね干からびるところだったんですけど、
いやー、あのお姉さんで優しくて助かりました。本当にね、天女に見ましたよ。いやー、ありがとうございました。うどんの八幡さんの看板が出てきました。明日の昼飯は前回もそうでしたけど、ここで食べようと思います。うどんの八幡の看板を越えたところを遍路道は右に曲がるんですが、この間はここ通らなかったですね。本当に抜け漏れが多すぎます。遍路道を歩いていくと藤村ベーカリーさんの横を通るんですよ。前回は閉まってたんで寄れなかったんですけど、今回空いてるようなんですよね。高山さんもここでパン食べてたので寄ろうと思ったんですが、この暑い中外でパン食べる勇気なくて、残念ですけど今回も寄るのはやめました。遍路道を歩いていくと、地蔵寺に出る前に五百羅漢に出るんですよね。前回寄れなかったので今回は寄ろうとも思ったんですが、あまりの暑さにバテちゃって、なるべく早く、宿に着きたかったのでまたしてもパスしちゃいました。5番札所地蔵寺です。地蔵寺といえば何といってもこの樹齢800年の銀杏の木が有名です。次の安楽寺までもまあまあ距離があるので、ここの木陰で、少し休憩させてもらいます。やっぱ真夏の歩き遍路はきついですね。本堂を参拝して大師堂も参拝します。それでは残すところはあと一つ、6番安楽寺に向かいます。約5キロです。御宿森本屋さんです。ここに泊まる人多いですよね。とても有名な遍路宿です。安楽寺まで残り 4.9 キロです。この時点で気温が34度ぐらいまで上がっててかなり暑いです。左に30メートルぐらい行ったところに休憩所があるようなんですが、今はやってないみたいです。前回もやってなかったんで今回寄れればなと思ったんですけど残念です。地元の人たちが懸命に作ってくれたこういう標識見るとほっこりしますよね。遍路小屋第44号神焼です。ここ高山さんも寄ってましたよね。今はコロナの影響で中に入れないみたいです。ちょうどいいところに斉藤食堂さんがあったのでここで昼飯を食べます。食べるのに夢中で写真撮り損ねちゃったんですけど、安くてとっても美味しいカレーライスいただきました。飯も食えたしゆっくり休憩もできたので、遍路道に戻って再び歩き出します。もう暑くてねたまらんです。ここの Y 字は前回まっすぐ行ったような気がするんですけど、本当は左にそれるみたいですね。安楽寺まで残り 0.9 キロです。向こうの方にとってもやばそうな雲が見えてきました。もうすぐ大雨が降りそうです。安楽寺が見えてきました。雨が降る前になんとか参拝できそうです。6番札所安楽寺です。安楽寺も鐘楼門なんですが、前回に引き続き鐘はつくことができないようです。門の上には艶堂があるので、見に行ってみます。まあまあ広いスペースで3人ぐらいだったら十分泊まれそうです。前回お礼参りの途中に寄った時には鐘が撤去されてたんですが、今回はまた設置されてました。長ズ場にたくさんのビー玉が沈められてます。これだけでもなんか涼しげな感じしますよね。さらに上には風鈴までぶら下がってて涼しげな音色を醸し出してます。安楽寺は前回結願後にお礼参り行く時途中で寄ったので今回で3回目なんですが、とても思い入れの強いお寺なんですよね。初めての宿坊っていうのもあったし、あと夜のお勤めも初めてだったんでね、すごく思い出に残ってます。まずは本堂を参拝します。本堂の天井にはたくさんの灯籠がぶら下がってるんですが、実は視聴者様のお身内の方の灯籠があるっていうのを聞いて懸命に探したんですけど、ごめんなさい、見つけることができませんでした。続いて大師堂を参拝します。映像を撮り忘れちゃったので前回のを流用してます。
日のお宿は安楽寺の宿坊です。私今回の2巡目歩き遍路のお宿はなるべく前回と違うところに泊まってね、いろんなお宿のご紹介ができればと思ってたんですよ。なので今回は十楽寺の宿坊に泊まりたかったんですが、あっちやってなくてですね、今回も安楽寺の宿坊に宿泊することにしました。こっちの宿坊も素晴らしいので何の問題もないんですが、第1巡目の、歩き遍路とちょっと映像かぶっちゃうところも多いと思うので、そこはご容赦いただければと思います。今回のお部屋は513号室の講堂にあるシングルルームです。洋室ですね。お部屋は正直言って狭いんですが、とても清潔だし、お遍路で泊まるんだったら何の問題もないいいお部屋です。お部屋のタイプによって違うのかもしれませんが、浴衣や歯ブラシ、タオルなんかも全部揃ってました。あと洋室に泊まるメリットっていうのが、お部屋にユニットバスがついてることなんですよ。そんなの当たり前じゃんと思う人もいると思うんですが、遍路宿って部屋に風呂とかトイレがついてないことが圧倒的に多いんですよね。今みたいに暑い時期だと朝シャワー浴びれるのは本当に助かります。チェックインして5分後に大雨が降ってきました。いや、ギリギリセーフでした。助かりました。お部屋には湯沸かしポットに、ほうじ茶に緑茶、お菓子もあります。テレビもありますよね。もう通常の遍路宿に比べたら格段に快適です。なんと部屋には Wi-Fi まであります。それでは汗でびしょびしょになった服を洗濯しがてら温泉に向かいましょう。洗濯機と乾燥機が各2機置いてありました。さっきの大雨で雨どいが壊れちゃったのか、雨がドボドボ入ってくるんですよね。これにはね、ちょっとね、驚きました。安楽寺は宿坊としてはとても珍しい天然温泉がついてる宿坊になってます。まだ時間が早くてチェックインしてる人がいなくて、お風呂も誰もいないので、ちょっと撮影させてもらいます。なかなか広い大浴場です。洗い場も10個ぐらいありますね。大きな湯船にゆっくりと浸かって疲れた体を癒していきます。いやー、これは極楽ですよね。気持ちいいです。お部屋で少しのんびりしたら夕食の時間です。今回は5組のお客様が宿泊されているようだったんですが、歩き遍路者は1人もいませんでした。1巡目に泊まった時にはたくさんいてね、情報交換とか2日目一緒に歩いたりとか、たくさんの思い出作れたんですけど、ちょっと残念ですね。今日は夕食後にお勤めがあるので、さっさとご飯を食べようと思います。さすがにお肉系のメニューはありませんでしたが、それでもとても美味しい食事でした。おはようございます。朝食です。昨日はお酒も1本しか飲まなかったので、今日はとても調子がいいです。朝食をがっつり食べて、今日もひたすら歩きます。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。真夏の歩き遍路は想像以上にきついけども、でもやっぱり楽しいですよね。来てよかったです。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。